わかりますいません。した。お願いします。はい。はい。ではですね、まず、あなた自身について少し教えてください。はい。酒蔵自体について、どのような経緯で蔵人になられたのでしょうか？はい。もともと私が、蔵元で生まれまして、で、最初はですね、小さい酒蔵で、別にその跡取りとして、生まれてきたんですけど、別に最初からこの酒蔵を継ぐというつもりはなくてですね。で、高校卒業して、北海道の大学で、えっと、まあ、酪農というか、そういう勉強をしてました。で、その経緯で、ちょっと東京の大学、高校、東京の、会社に、就職をして4年間、会社勤め、サラリーマンっていうのをやってまして、で、その中で、やっぱりそのサラリーマンって営業職で僕やってたんですけど、やっぱりこう人生をいろいろ考えた時に、自分の手に自分が作り出す、そういうものをやっぱり死ぬまでに身につけたいなと、そういう気持ちがこうふつふつと湧いてきてまして、で、その中で、実家が酒蔵だったっていうことと、やっぱりその酒蔵で生まれる人とか、酒造りしたい人っていうのは、なかなかしたくてもできない人もいたりするので、そういう面では僕はすごく恵まれてたなというとこと、やっぱりその手に職つけるものをやりたいっていうので、実家に帰ってきて酒造りを始めたと。そんな感じになります。それは何年前ですか？それがちょうど2012年ですね。だから8年前ぐらいはい、ですね。はい。ありがとうございます。あと、長野県の日本酒が特別な理由はありますか？また他の都道府県とのはい。違いは何だと思いますか？そうですね。長野県自体は、すごく広いんですよね。東西南北にすごく広くて、で、その間に大きな山がたくさんあります。なので、なかなかこう昔から文化的な交流ってのが、長野県の中自体では非常に限られてる地域でしか交流してなかったんですよ。で、そういう経緯があるので、長野県の日本酒ってほんとに東西南北いろんな種類のお酒が実は作られてます。辛口のお酒、甘口のお酒、香りのあるタイプ、お燗にして欲しいタイプとか、ほんとにその各蔵の特徴がすごくこう地域色よく作られてるので、そこは他県さんは逆に言うとそういう土地柄的に言うと結構交流がいろんなとこはあったりするので、逆に長野県はそういうのがないから、それぞれの蔵元の個性っていうのが非常に多く出てるのと、あとは、酒蔵が、2番目に多いっていうところも、新潟の次に多いんですけど、新潟はどっちかっていうと、こう、淡麗辛口っていう、ある程度のこう、定義みたいなものがずっとあって、それに基づいてみんな酒造りをしてきてましたけど、長野県っていうのは、そういうのが、さっき言ったように交流があんまりもともと少なかったのと、そういう文化なので、長野ってこう決まり文句みたいなの逆にない。それがやっぱり各蔵の特徴としてこう出てるので、そこがすごく長野県の面白いところかなと思います。はい。ありがとうございます。あと3番目の質問は、はい。なぜ日本酒は、日本酒文化にとって重要だと思いますか？はい。そうですね。やっぱり文化っていうか、歴史を辿っていくと、日本酒って本当その室町時代とかからずっと酒造りっていうのがあって、さらにその、神話というんですかね。本当にその昔からの書物にこうずっと、まあって、こう、酒造りっていうのをされてます。で、もともとはやっぱりこの中国から
入ってきた文化ではあるんですけど、それをやっぱり日本人がこう長年いろんな研究、それがやっぱり日本人の素晴らしいところかなと思うんですけど、研究を研究に重ねて、今のものを作り上げてきてる。で、僕らが今作ってるものっていうのは、本当に江戸時代の頃にはもう確立されてたんですよ。だから何もわからない、その人間の感覚だけで、こういうものが今できてる。それってだから、もう、なんていうんですかね、きせ僕らが今、普通にこういういろんな工程やってんすけど、それを全く知らない人たちが、昔の人は知らないわけですよね。それを普通にやってるっていうところが、その日本酒文化っていう、その、なんていうんですかね、改めて日本人のその、突き詰めてく能力とか、高めてくそのみんなでそこに向かっていく力っていうのが、日本酒を作ってると、それがこう感じるところっていうのが、まあ、文化っていうか、まあ、答えになってるかどうかわかんないですけど、まあ、そこがやっぱ感じ取れるっていうところも、日本酒って重要だなと思いますね。ありがとうございます。はい。あと、そちらの酒蔵では何人のはい。人が一緒に働いてますか？そうですね、今私と、あと社長が、メインでやってて、あと3人ほどお手伝いっていう形で来てもらって、だいたい5人から、ちょっと4人から5人ぐらいで、いろんな作業を全部やってます。酒造りから、瓶詰めとか、ラベル貼りとか、全部その4人でほとんどやっております。はい。あと、美味しい日本酒を作る上で、はい。最も難しい仕事は何だと思いますか？これはなかなか難しいですね。もうキリがないですよね。難しいっていうのは本当にキリがないぐらい、もう、一番大切にしないといけないっていうのは、やっぱ清潔にするっていうことですよね。やっぱり僕ら最近、金を扱う仕事をしてますし、でもかといって、えーそのじゃあ、金を扱って他の金は全てなくす、無金の状態で酒造りする。でも、そういうのっていうのは、さっき言ったように文化みたいなところで、やっぱりその各蔵の特徴っていうのが失われてしまう。だから、そのちょうどいい塩梅というか、その日本人特有のこの、いいとこ取りというか、いい金は生かしつつ、いらない、必要じゃない金は、えまあ、あんまりそういうのを、なんですかね、こうやらないようにしながら、酒造りをしていくっていう、そのところのコントロール。やっぱりだから清潔にすること、洗い物はしっかりすること。で、それを一人でも手を抜くと、全てが無駄になってしまう。その4人がいて、4人が全てそこをきっちりやれば、あとはなんとかなる。そこをなんとか、まずそこがもう最低のところの仕事だと思うので、そこをどうやって維持していくかっていうところが結構大変かなと思いますね。やっぱり人によって掃除するっていうレベルが人によって違うので、やっぱそこをもうみんなこう隅々まで見極めてできるっていうところがやっぱり僕は大事かなと思ってます。はい。ありがとうございます。あと、日本酒を飲んだことのない人に言いたいこはい。とはありますか？知っておくと良いことや、どこから始めたら良いなどのアドバイスはありますか？そうですね。日本酒飲んだことない人、今本当に若い方非常に多いんで、本当だったら、試飲会とか、そういうのが結構今までずっとあったんで、やっぱそういうとこに来てもらって、お酒を飲んでもらう。で、その中に、そういう試飲会に来ると、たくさんの種類のお酒があると思うんですよね。そこから自分の好きな好みのお酒を、まあ、探しながら楽しく飲むっていうことが
大事、そのウィンドウショッピングするのと同じような感覚で、入ってきてもらうっていうのがいいと思います。なんかその、酒造りはこうだとか、こうこういう風に作るんだとか、ああだこうだっていう人もやっぱりいるんですけど、そんな人の言うことは気にしなくて、もうただただ楽しんで、飲む。で、それがやっぱり人生のステータスになるっていう感じですかね。そう思って飲んでってもらえると、いいのかなと。ま、あの、飲ま飲まないと損するか得するかっていうのは分からないので、まず、ちょっと飲んでみるっていう、その第一歩を、試飲会とかに来てもらって飲んでもらえると、非常にいいかなと思います。ありがとうございます。はい。あとは、将来に何をはい。望んでいますか？ええ、はい。例えば伝統的な生産を続けていきたいですとか、多くはい。の人が日本酒を楽しんで欲しいですとかいうこと以外に、何か将はい。来の希望はありますか？そうですね。実は今そこが、僕の中でずっともやもやしてた部分ではあったんですけど、今SDGs っていう、そういうのが非常に注目されてて、で、実はこういうコロナになって、いろんな業種の方々がなんですかね、自社を守るためにいろんな形で考え出して、今いろんな取り組みをしてて、で、その中に今、太陽光発電を、え無償で設置してくれる電力。で、自分ところで電力会社作って、で、うちの蔵の屋根に、え太陽光をつけて、で、それを、なんですかね、売電するっていうか、そういうような取り組みされている方もいたり、あとは今、ちょっと水の部分で、今、井戸水を、より美味しくするというか、そういう技術を今、ちょっと極秘に、今活動してまして、で、その技術がうまくはまれば、例えば、ライフラインとして酒蔵は機能できるんじゃないかなと思ってるんですよね。例えばなんか震災があって、水が来ないとか、電気がないよとか、そういうなった時に、うちの今、電気が太陽光で蓄電もできるので、その蓄電を使って、電気がない欲しい人たちにやってあげる。で、水も井戸水を、ポンプで汲み上げる。それも電力で汲み上げられるので、太陽光ついてれば、水は自動的に出てきます。で、それで、ちょっと美味しい水を各水道がない、水が出ない人たちに供給できる。それが、全部、うちの市民全部に供給するんじゃなくて、うちの町、大体この辺が2000人ぐらい住んでるんですけど、その人たちにだけでも少しずつこう供給できる、そういうライフラインとして維持するっていうんですかね。そういう形の酒蔵っていうのも一つはあるのかなと。結構水を使って仕事する職業ってあんまりないんですよね。あの、僕らいろんな業種の中で水を大量に使って、で、その水がいい水じゃないといけないっていう職業って少ないんですよ。本当にこの辺だと酒蔵とか、あと清涼飲料水とか、そういうのを作ってる会社しかないんですけど、この辺は酒蔵しかないので、逆に言うとそういうので、そういう技術があれば、そういうライフラインとしての維持ができる。それが酒を飲んでない人も、飲んでる人も、最終的なそのライフラインっていうのが、うちに来ればあるんだなと。そういうことが分かってくれば、安心して住めるじゃないですか。それがある意味地域貢献。酒飲んでない人にも、うちがいることによって地域が貢献できる。地域に貢献できるっていう。さらに飲んでくれれば、うちも潤うっていう。そのウィンウィンの関係みたいなのを、ちょっと地域の人たちと一緒に今取り組みたいなと思ってて、そのためにはまずそのライフラインをうちの方で整備しないといけないんですけど、そのコロナによってみんないろいろ考えていただいて、今それがね、
少しずつ整いつつあるので、それをちょっと目指して、うちは本当に小さい酒蔵なんで、なんかこう、雇用を増やすとか、そういうことは全くできませんが、逆に言うとそこで地域の人たちに安心して暮らせられるようなものを提供するっていうことが、できるのかなと。で、そういうのが出てくれば、地域のいろんな業種の人たちにも、あ、じゃあ自分だったらこういうのできるかもっていうことが分かってくれば、それがパパパパパッとできていけば、多分行政だけにそういうのをやらせるんじゃなくて、民間の力だけでも、うちの町は、そういう危機が起きた時でも、しっかりと対応できるんじゃないかなっていうのを今ちょっと考えてるので、その辺が酒蔵とかとしては必要なのかなという形に思ってます。ありがとうございましはい。た。以上になります。ありがとうございあます。すいません。長りがとうござい々と。ます。ありがとうございます。はい。